ヤクルト1000のブームをきっかけに、腸内細菌によるストレス解消や、その理論的根拠である脳腸相関が注目されるようになりました。脳と腸という一見何の関係もなさそうな2つの臓器がなぜ相互に影響を与えるのかという謎を解くには、腸と脳が進化の過程でどのように誕生したのかを知る必要があります。このビデオでは、脳腸相関の誕生を進化論的に説明しつつ、腸内環境改善のためにどうすればよいかを考えます。第1章、脳腸誕生の進化論的プロセス。腸は脳から指令を受けなくても、腸管の蠕動や消化酵素の分泌や血流の調節を制御できる腸管神経系を持ちます。私たちの体で独自の神経ネットワークを持つのは腸だけであることから、腸はしばしば第二の脳と呼ばれます。しかし、進化の順番からするなら、むしろ腸管神経系の方が第一の神経系で、脳を頂点とする中枢神経系はその後で発達したという意味で第二の神経系です。実際、脳を持たないけれども、腸に相当する部位を持つ生物がいます。例えば、海綿動物がそうです。海綿動物は神経系すら持たない極めて単純な動物で、地球上に最初に出現した多細胞動物と考えられています。海綿動物の構造でもその痕跡がうかがえます。海綿動物の流水系はアスコン型、サイコン型、ロイコン型に大別できますが、どの型でも赤色で記した襟細胞の弁毛の働きにより、水が体表面の小孔から入って中空を経て体孔から出ていきます。その過程で襟細胞が水中の微小生物を捉え、消化吸収します。私たちの体では、消化器系と循環器系は別のシステムとなっていますが、海綿動物では両者が未分化であることがこの図からわかります。海綿動物には神経系がありません。神経系を有して海綿動物より進化したのが、クラゲ、ヒドラ、サンゴ、イソギンチャクなどの四方動物です。神経系といっても、中枢神経系とは異なり、体表に一様に分布する散在神経系しかありません。それでも刺激に対して体を縮めるなどの単純な反応を示せます。ヒドラを例にとりましょう。この写真に見られる通り、ヒドラは四方で傷ついた獲物から放出されるグルタチオンに反応して触手を縮め、獲物を口内に取り込み、口腸内で消化します。私たちの腸内にさまざまな細菌が共生していることはよく知られていますが、ヒドラにも細菌が共生していて、ヒドラの自発的な体の収縮を調節しています。ちょうど腸内環境が悪化すると、腸の蠕動が停滞して慢性便秘などの障害が起きるように、ヒドラでも共生細菌が減ると自発的収縮に支障をきたすようになります。四方動物でも海綿動物と同様に、消化器系と循環器系が未分化です。循環器系が消化器系から分化するのは、無脊椎動物と脊椎動物の中間に位置する原作動物においてです。ナメクジオウやホヤなどの原作動物は、脊索と神経管を持ちますが、こうした感情神経系は中枢神経系とは異なります。この図はナメクジウオの解剖学的構造の図です。ナメクジウオは13番の外触手で捕まえた獲物を6番の消化管で消化し、栄養を吸収した後、5番の肛門から排泄します。赤色で記した血管系が
それらの消化管とは別であることを確認してください。なお、1番の脳室は脳のような膨らみという意味で脳ではありません。脳が誕生するのは脊椎動物の時代になってからのことです。最初に脳が誕生したのは5億年以上前からいた無顎脊椎動物においてです。現存する無顎脊椎動物にはヤツメウナギやヌタウナギなどの円孔類がいます。最近の研究によると、無顎脊椎動物は私たちと同じ脳領域を持っています。これはウミヤツメの写真です。無顎脊椎動物円孔類の名にふさわしく、下顎がなく、口が丸い形をしています。中枢神経の誕生後、免疫系も進化しました。免疫とは有害な微生物やウイルスの侵入を阻止するための防御システムです。免疫には先天的な自然免疫と後天的な獲得免疫とがあります。自然免疫は有顎脊椎動物以前からありましたが、獲得免疫の登場は有顎脊椎動物以降です。無脊椎動物は胸腺もリンパ組織もなく、もっぱら原始的な細胞性免疫に依存しています。抗体産生を介した液性免疫がないので、学習能力がありません。これまでの説明を表でまとめました。海綿動物で腸に相当する器官ができ、四方動物で神経系ができ、原作動物で循環器と消化器が分かれ、無顎脊椎動物で中枢神経系ができ、有顎脊椎動物で獲得免疫ができたということです。つまり、最初に腸と腸管神経系に相当するシステムができ、次に循環系が消化器系から独立して、その後で脳と獲得免疫ができたということです。このプロセスを踏まえた上で、脳腸相関の謎を解きましょう。第2章、二重のセキュリティ関門。腸は免疫細胞の 70% から 80% が集中し、独自の神経系を持つという点で特異な臓器です。これは腸が動物の原型であることによります。海綿動物や四方動物は腸だけでできている動物と言っても過言ではありません。これらの原初の動物では、腸は外部環境に直接さらされています。消化器系と循環器系が未分化な動物は、建物に例えるなら、門を介して直接外界とつながる構えということになります。今、この建物が堅固な城郭で囲まれた城としましょう。すると、城に入ろうとする外来者は門を通るしかありません。それゆえ、外来者を検問する見張りは門の前に置かなければなりません。門番は外来者を通して良いかどうかを判断します。必要な外来者なら門を開けて中に通します。敵と判断すれば門を閉じ、外来者を捕らえて殺すでしょう。この役割を果たすのが腸管神経系と免疫系です。これらのシステムは腸内に異物を吸収して良いかどうかを判別します。異物が有益な栄養なら吸収し、異物が有害な細菌やウイルスならそれらを攻撃して無効化します。ちょうど門番が門の前に張り付いているように、神経系と免疫系は腸の入り口に張り付いてこうした仕事をしているのです。消化器系と循環器系とが分化した場合を例えるなら、内核と外核という
二重の城郭で守られた城のような構えということになります。外郭で門番の役割を果たすのが感覚器官と、そこから入力される情報に基づいて判断を下す中枢神経系、すなわち脳です。多くの人は頭に口と鼻が二次的に付属していると思っていますが、実際には口と鼻があるからこそ、そこが目や耳や脳がある頭になったのです。それは門があるからこそ、そこに門番がいるのであって、その逆ではないのと同じことです。私たちの体では、異物が入る門である口と鼻に味覚と嗅覚という感覚器官が門番として見張っているだけでなく、目や耳といった感覚器官も門の近くにあり、かつ脳がこれらの感覚器官から情報を収集し、それに基づいて異物を中に入れるべきか排除すべきかを判断し行動を起こします。それはまさに外郭における門番の仕事と言ってよいでしょう。日本の城郭は戦国時代の初期には単純な形のものが多かったのですが、時代とともに城が大型化し、防御も重層化しました。戦国時代の終わりに建造された大阪城や江戸城などの大規模な城は、二重の防御を強化する一方で、内郭と外郭の間に家臣や商人を住まわせ、城下町を形成しました。城下町の商人たちは、自分たちの利益のために商売をしているのですが、彼らの商業活動は結果として城に富をもたらします。城下町の商人に相当するのが町内細菌です。町内細菌は自分たちの利益のために退社しているのですが、彼らの退社活動は結果として宿主に恩恵をもたらします。城下町の経済の悪化が城にとって好ましくないように、町内環境の悪化は宿主の健康にとって有害です。腸内細菌が脳と腸に大きな影響を与えることから、脳腸相関は脳腸微生物相関と呼ばれることもあります。腸内細菌がどのように脳に影響を与えるかが次のテーマです。第3章、腸内細菌と脳の相互作用。城の例えでは、内郭の門と門番は腸と腸管神経系、外郭の門と門番は口と脳でした。内郭でも外郭でも門番の役割は同じであるため、両者は相互に情報を交換する必要があります。その主要な情報伝達経路は迷走神経です。迷走神経は副交感神経系の一部です。この図にあるように、副交感神経系はさまざまな臓器をカバーしていますが、迷走神経が主要部分を形成しています。迷走神経は横隔膜を隔てて胃を支配しています。ストレスが強くなると胃が痛くなるのはこのためです。迷走神経にはそうした脳から腸に情報を送る遠心性神経だけでなく、腸から脳に情報を送る求心性神経もあり、双方向のコミュニケーションが行われています。2011年のマウスを用いた実験によると、乳酸菌の経口摂取が不安やうつ病関連の行動を減少させる効果が、迷走神経の切断でなくなりました。これは腸から脳に情報を送る求心性神経が機能しなくなったからです。2006年のマウスを用いた実験によると、迷走神経切断が潰瘍性大腸炎を悪化させたことから、遠心性迷走神経には
腸の炎症を抑制する働きがあると考えられています。つまり、腸内環境の悪化が脳を不安にする一方で、そのストレスで腸に炎症が起きるという悪循環が脳腸相関のコミュニケーションで起きうるということです。2020年発表のオックスフォード大学の研究によると、腸内で支配的な細菌の種類によって自閉的か社交的か、神経症的か閉塞かといった人の性格までが変わるとのことです。こうした細菌の発見から腸は第二の脳と呼ばれるようになったのですが、実は日本人は昔からそうした観念を持っていました。腹が立つ、腹が癒える、腹の内を探る、腹に一物ある、腹を決める、腹が座るなどの慣用表現からもわかる通り、日本人は腹の中に魂が宿ると思っていました。そうした考えは日本人だけでなく、世界の多くの古代民族が持っていたのですが、日本人は近代まで真心は腹の奥、特に腸の中にあると信じていたようです。武士は切腹の際、腹綿を取り出すことがありましたが、これは腸に宿る魂を解放するという意味合いがあったと考えられます。もっと興味深い日本語の表現は、腹の虫が収まらないとか、腹の虫の居所が悪いとかいった言い回しに登場する腹の虫です。腹の虫を腸内細菌と解釈するなら、腸内細菌の変化が神経症の原因となりうるのですから、日本人の直感的認識はなかなかいい線をいっていると評価できます。第4章、プロバイオティクスの健康効果。私たちの心の健康が良好な腸内環境に依存していることが分かりました。ここからはどうすれば腸内環境を改善できるかという話をしたいと思います。鍵となるのがプロバイオティクスとプレバイオティクスです。プロバイオティクスとは腸内フローラを改善する共生細菌で、プレバイオティクスはプロバイオティクスの栄養源となる食品です。城下町の例えで言うと、プロバイオティクスが商人であるのに対して、プレバイオティクスは商品です。城の経済を維持するためには、つまり体の健康を維持するには、両者の絶えざる供給が必要です。プレバイオティクスは次の章で取り上げることにして、この章ではプロバイオティクス摂取による腸内環境の改善策を考えることにしましょう。脳腸相関に世間の注目が集まるきっかけとなったのは、2021年にヤクルトが販売を開始したヤクルト1000です。2022年に著名芸能人が飲んでから寝つきが良くなったと言って紹介したことがきっかけでブームに火がつき、店頭での入手が困難になるほどの人気となりました。確かに1本あたり1000億ほどの乳酸菌を含む乳飲料を毎日飲めばストレス緩和につながることでしょう。しかしヤクルト1000は砂糖、ブドウ糖果糖液糖、高果糖液糖といったフルクトースをかなり含むので、長期的継続的摂取は考えものです。フルクトースを含まないプロバイオティクスにプレーンのヨーグルトがあります。プレーンでは物足りないという人はフルーツと一緒に食べると良いでしょう。フルクトースを含む飲み物は有害ですが、固形の果物なら問題ないからです。ヨーグルトは従来健康に関してはニュートラルと
とみなされてきました。しかし、8本の前向きコホート研究をまとめた2020年発表のメタアナリシスによると、毎日 200g 以上ヨーグルトを食べる人の非摂取者と比較した多変量調整済み相対リスクは、全原因死亡率で 0.88、心血管疾患死亡率で 0.87、がん死亡率で 0.90 となりました。全原因死亡率と心血管疾患死亡率が優位に1を下回っています。従来、ヨーグルト摂取に死亡率を低下させる効果がないとみなされてきたのは、比較している摂取量が少なすぎたからのようです。もとより、私はこのメタアナリシスを根拠に、毎日 200g 以上ヨーグルトを食べることを推奨するつもりはありません。このプレーンヨーグルトの内容量は 400g なので、毎日 200g ヨーグルトを食べようとすると、このパッケージを2日に1つのペースで消費しなければなりません。これは普通の日本人にとってはハードルの高い目標です。このメタアナリシスの結論は、統計的に優位な違いを出すには、毎日 200g 以上のヨーグルトに相当するプロバイオティクスを摂取しなければならないと解釈すべきです。プロバイオティクスをヨーグルトという一種類の食品から取るよりも、納豆、漬物、味噌汁など多様な食品から取った方がリスク分散という観点からは賢明です。第5章、プレバイオティクスの健康効果。プレバイオティクスにはいくつかの種類があります。水溶性食物繊維、水に溶けない不溶性食物繊維、3糖以上10糖以下の小糖類オリゴ糖、糖のアルデヒド基の還元体糖アルコール、難消化性でんぷんレジスタントスターチ、難消化性タンパク質レジスタントプロテインなどです。どれも小腸で吸収されにくいため、肥満の原因とならない反面、腸内細菌の栄養源となり、代謝を改善します。この中で最も重要なのは食物繊維なので、食物繊維が健康に与える影響を最新のメタアナリシスで確認しましょう。2021年発表のメタアナリシスによると、食物繊維の摂取は糖尿病の症状を改善します。2型糖尿病患者が毎日 10g の食物繊維を8週間摂取したところ、対象群との加重平均差は、ヘモグロビン A1C、空腹時血糖値、ホーマー IR で優位な減少となりました。2017年発表のメタアナリシスは C 反応性タンパクや主要エシ因子アルファといった炎症性疾患のマーカーを指標としてプレバイオティクスの抗炎症作用を調べました。それによるとプレバイオティクスのプラセボと比較した標準化平均差は C 反応性タンパクで優位に負となりました。主要エシ因子アルファの方は優位ではありませんでしたが、プロバイオティクスとの併用では減少が優位となりました。ここからプレバイオティクス単独投与にも一定の抗炎症作用があり、それはプロバイオティクスの投与で強化されると言えそうです。では、プレバイオティクスを摂取するには何を食べればよいのでしょうか。実は、これまでのビデオで推奨してきた食品の中には、プレバイオティクスが豊富な食品もあるので、
それを振り返りましょう。糖質制限よりも糖質選別で低グライセミックインデックス、低グライセミックロードの糖質源としてさつまいもを推奨しました。さつまいもは水溶性食物繊維が豊富で、蒸すか茹でたさつまいもを冷やすとレジスタントスターチが豊富になります。さつまいもは腸活という点でもおすすめの食品です。健康に良い甘味料は何かでは、代替甘味料の一つとしてオリゴ糖を挙げました。ラフィノースなど市販のオリゴ糖は甘さが控えめなので、代替甘味料としてはやや魅力に欠けますが、オリゴ糖は大腸で酪酸となるので、腸活用食材としては優秀です。大豆は健康に良いのかでは、カロリー制限模倣物質のスペルミジンを多く含む食品として、納豆と小麦胚芽を推奨しました。納豆は典型的なプロバイオティクスですが、原材料の大豆には水溶性食物繊維、不溶性食物繊維、オリゴ糖に加え、レジスタントプロテインが含まれます。小麦胚芽も食物繊維を豊富に含みます。寿命を延ばす食物は何かでは、野菜や果物が含むファイトケミカルがカロリー制限模倣物質として機能することを説明しました。それに加えて、野菜や果物は全般的にプレバイオティクスの宝庫です。プレバイオティクスとプロバイオティクスは単に下痢や便秘を防ぐだけでなく、心身の健康に重要な役割を果たしています。このビデオが皆さんの腸活に参考になるなら幸いです。このコンテンツは一般的な情報の提供を目的としています。一般に健康に良いとされる方法が個別にも最適とは限らないので、個別での実践に際しては、個別事情に詳しいかかりつけ医等に相談してください。このチャンネルでは、私のコンテンツに興味を持ってくださる方に、更新情報をお知らせする長井俊也ニュースレターというメールマガジンを配信しています。登録するには japanese.nagaitoshia.com にアクセスしてください。完全無料でいつでも登録を解除できるのでお気軽に試してください。